煙突で愛して特別って言って浮かれてちゃダメ可愛いねなんてあの子にも言ってたでしょそうやってお下がりじゃ無理ちゃんと持ってきた私だけにかかるその魔法君のタイプでしょナチュラルメイクどうして上手に褒めるのジタバタして早く煙突で愛して特別って言って不安に優しいなんて苦手の満たないキラキラ光る星の一つじゃ済まない煙突で愛して特別って言って余計に言い慣れてないだけの背たがるちやほやされて叱るべき恋なのにねキョロキョロしてんなよはい、ということで春ツアー千秋楽終わりましたありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ改めてツアー終わっての感想をまずロコどうですか？はい、今回タイトルがチャレンジということでチャレンジを何個かやってるんですけど、その中でもアカペラというものを初めてお茶の間でしまして、サーラー熱帯夜という楽曲の冒頭のパートをみんなでアカペラで歌ったんですけど、なんか8人でハモるってもうやったことがないので、最初リハの時はどうなるんだろうと思ってたんですけど、もう回を増すごとにどんどん上手くなっていって一体感がめちゃくちゃ生まれてたので、なんかこれを機にもっといろんなメンバー同士でハモリとかをやっていけたらいいなと思いました。ありがとうございます。じゃあ続いて夏目どうでしたか？はい、そうですね。ホールツアーバージョンではユニット曲をやらせていただいたんですけど、そのユニット曲もオリジナルメンバーバージョンと、あとシャッフルメンバーバージョンがあったりと、メンバーもたくさんのことにチャレンジできたかなと思いますし、多分ファンの皆さんも新鮮だったかなと思いますので、すごく楽しいこのシャッフルコーナーでした。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にミクどうでしたか？はい、今回は7月8日にリリースさせていただく「ダントツで愛して」と「またあなたに恋焦がれているんだ」を披露させてもらったんですけど、千秋楽の2公演目ではダブルアンコールで「ダントツで愛して」を披露させていただきまして、もうとても盛り上がって本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ということでこれから6枚目のシングルだったりとかいろんなことに挑戦していくお茶の間にぜひ注目してください。それでは以上お茶の間でした。ハロステ、今回のお相手はアンジュルムの為永紫音とロージークロニクルの松原リリアです。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。はい、私たちはハロプロ研修生同期ということで、同期です。はい、同期です。イエーイ。嬉しい。ちょっと知らない人もね、いるかなって。確かに。なんかちょっとこう意外かなとは思うんですけど、実はそう同期なんですよね。同期です。はい。なんか年齢もね離れてるから、ねここで皆さんに知ってもらえたら嬉しいなと思います。はい、私も前回久保田のなめちゃんとやらせていただいたので、今回はしおんちゃんとやるということで楽しみにしてます。はい。久しぶりだね話すの。楽しみ。ね、なんかもうすごく大人っぽくなっちゃってずっとお姉さんのような気持ちで見てたからなんか本当にいっぱいゆりあちゃんが喋るようになってて、私はとてもびっくりです。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。やっぱ9人体制にまた戻ってきて嬉しいなって思いながらリハーサルしております。楽しい。今9人で活動できてるっていう
ライブに向けてちゃんとリハができてるんだぞっていう嬉しいなってめちゃくちゃ思うんですよ。心がすごい動くなって思ってるので。ビヨンズのリハーサルはいつも楽しいんですけど、なんかこう桃姫ちゃんが帰ってきてこうビヨンズやっぱみんなこうなんかちょっと嬉しそうで桃姫がいるリハーサルっていうのがで、私自身もやっぱこう一緒に歌ってた部分とか桃姫の代わりに歌ってたところとかが桃姫の声で聴けるのがすごく嬉しかったりとか、自分にとってはラストツアーなのでラストツアーを桃姫と一緒にそしてみんなで一緒に回れるっていうことがすごく嬉しいなと思います。なんか初めての気持ちです。でも待ってくださってると思うので頑張ります。行ってきます。お願いします。今回のテーマはやっぱビオスコープでシネスコープから来てるので、なんか今までのビオって結構舞台作品としての面白さをめっちゃ意識してたんですけど、なんか映画になるので、なんかここで間を取ったら皆さんがフフフってなるだろうなとか、なんかそういうのだけじゃなくてちゃんとストーリーをきちんと皆さんに追ってもらわないとなんか最後につながらないと思うので、だからもっと物語に入り込んで作ることで良さが出るんじゃないかなっていう予感がします。難しい。ビヨンズの楽曲の中でどう組み立てていけば面白いストーリーができるだろうか、ここ9人がどう、生き生きと表現できるかっていうのを考えて、最終的にタイムリープっていうかタイムスリップというか、そこにちょっとふっと浮かんだんですよね。それからこうタタタッといろんな物語が進んでいって、観客の方がこうどういうふうにして楽しんでもらえるのかなっていうのをこう1ヶ月ぐらい何も生まれなくて苦しんだんですよね。下北沢の路地裏、新八木津駅の乗り換え口、そこではすでに今の記憶を持ったままかつての街角に迷い込む時間のバグが発生するという噂をご存知ですか？ふとした瞬間にビヨーンとタイムリープをしてしまう。この音が鳴るとタイムリープできるって聞いたので、本当なんだ。この辺あなたいつもいたちこもって歩いてるの？あ、私2026年からやってまいりました。2026年からということは未来人？タイミング揃えよう。せーの、未来人？私は割となんかこうビオの作品ではありがたいことにやりがちなストーリーテラー的なポジションを、やったりもしつつ、でもそれとはまた別人格としてお話に絡んできたりとかもするので、ちょっと何役やってんだろう。でも3役4役やってるような気はします。でも他のメンバーもそのぐらいいろんな役をやっているので、役柄を演じるっていうことをしてるので、なんか私自身もいろんなメンバーのいろんなキャラクターと絡めるのがすごく楽しいし。そのサングラスは貸してくれないの？何言ってるのこの人。おそらくこのバイオオメーメのことか。バイオオメーメは目に移植されているから無理です。バイオオメーメですね。はい、お目目、はい、あれは体の一部でですね、未来300年後ぐらいにはもう自分の体調とかも全部こう出るわけですね、はい、水分不足してるよとか。バイオメーメ最初台本来た時になんて読むか分かんなくて本読み行くのがちょっと怖かったです。未来はつらいね。その通りです。失礼しました。ねえねえ隊長さん、誰も見てないから
ってるじゃない。本当は踊りたいでしょ。やめてください。本当は歌いたいくせに。やめて。計画の皆さんも踊りたいでしょ。静かに。サングラスはつけっぱなし。サングラス。おめめ。確かにおめめ取れない。体の一部だ。体の一部だ。自爆から解き離れたみたいな。そうなの。そうなんだよね。でもさ、じゃあかっこよく歌い出した時とかにみんなでわーみたいな。あ、確かに。そう、見なかったボスの姿だみたいな感じになる。そういう配役なんだ。すごい。自分たちなりに楽しさを見つけて、いつものなんか普通のライブでは割とお客さんに向けて割と楽しいライブをやっているけど、今はなんか自分たちが歌えること踊れることが楽しいというのがすごく爆発して見える方が、ここの流れでやるドゥイダーはめっちゃいいと思う。なんかみんなが同じぐらい主役になれるコンサートになったらいいなっていうのはお伝えさせていただいていたところでもあったので、なんかこうそれぞれにそれぞれが目立つ持ち場を持っていてっていうところ、なんか卒業だからとかラストだからっていうことではなく、今の私たちだからできるコンサートライブを作るっていうのをなんか今までと同じようにこう特別視しすぎないで届けられたらいいなと思っています。初日おめでとうございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9人素晴らしい。もうそれだけで嬉しい。なんかさっきも楽屋で話してたんですけど、やっぱ姫ちゃんがいるビヨーンズのパフォーマンスってなんかこう陽のわかる空気がやっぱりその欠かせないというか、確実にあるなっていうのはみんなで感じてて、本当やっぱビヨンズのビタミンだなってすごく思いましたね。やっぱ姫のエネルギーはすごいねって言って話してました。嬉しそうにしてました。本当とか言って、可愛かったね。せーの、レッツゴービヨーン。ドキドキワクワク。平野桃姫ちゃんが帰ってきました。おかえり。ありがとうございます。言ってもいいのかな。ただいま。なんかすごい皆さんが本当に優しくて、なんかオレンジ色のペンライトをすごい灯してくださって、なんかこんな風に温かく、こんなに温かく迎えてくれるんだっていうのが本当に想像してなかったので、なんか戻ってこれてよかったなってすごく思いました。なんかメンバーのみんなもさっき楽屋でお話ししてくれたんですけど、なんか桃姫入ってきてなんか明るくなったって言われて、私は全然何もしてないんですけど、でもなんかそう思ってくれるのはすごく嬉しくて、なんか桃姫いてのビヨンズだよねってみんな優しく言ってくださって、休養中にビヨンズを見てても普通にすごいなって思ってたので、私もなんかそれにふさわしいパフォーマンスとかできるように頑張ろうって思いました。レッツゴービヨーン。
かなってさ願いがあるよ必ず法則明日の紫式部の役シフト変わってくれないかな。おー、オッケー。じゃあ来週の卑弥呼の役変わってくれない？卑弥呼大好き。じゃあこれってタイムスリップなんだよね。いやこれ難しいですよね。いや僕もいろいろ調べてみたんですけど、タイムリープって今自分のこう精神が過去未来に行くのであって、自分が生きてない時代には多分タイムリープってどうやら調べる限りいかないんですね。ビヨンズが今回やってるのはほぼタイムスリップですね。だけどビタミン B はタイムリープかなってちょっと思ってます。はい。ゴニョ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 ということでここまで約8時間野菜や果物についての講義を行ってきましたが、理解できましたか？はい。もっと声を出しましょう。はい。先生、お続けください。もうあなた方は立派なビタミンズです。でも先生、私たちはビヨーンズです。西田さん、ビタミンズなのにこの後に及んでもう構いきれません。おっと渡すビタミンズ。カモン、トゥゲザー、セイビタミンズ。さあビタミンズ、人々の健康を応援しましょう。さあ大きな声を出してビタミンラビタミンビタミン。めっちゃ久しぶりにやりました。それこそ本当にデビュー年とかその翌年ぐらいかなに映像コンテンツで1回やったぐらいなんですよ。だからもしかしたらお客様の前でやったことないのかもしれない。ドキドキはしてたんですけど、やり始めた瞬間にお客さんがすごい湧いてくれたというか喜んでくれていて、初めて自分のなんかこう持っている個性がビヨンズの楽曲に生かされたんですよね。野菜ソムリエっていう資格があったから野菜ジュースとのコラボが決まっていつかできたらいいなとか思ってたけど、なかなかこうビヨーンズのストーリーのあるライブの中に落とし込むのって難しいんだろうなって思ってちょっと諦めてた部分があったんですけど、まさかの入れてくださるっていうトルさんの粋な計らいがありまして、タイムリープっていう設定を使ってこう綺麗にこう回収していくのがさすがトルさんっていうリスペクトが止まらなかったですし、なんかちょっとできないかなって思ってたからこそこうやってまた皆さんにこのセリフとかこのビタミン B の私の先生みたいなポジションの設定を見てもらえることがすごい嬉しいなと思います。みんな幸せになりたいか？はいハイテンション。お客さんの期待に満ち溢れた眼差しが全部私に向いたんですよ。それがすごく嬉しくて、こんなにたくさんの人たちがビヨーンズが届けるものをこんなに楽しみに今日この場所に集まってるんだっていうのを、それがすごく嬉しかったし、もうテンションが上がりました。それこそ1曲目がハイテンションですけど、あの瞬間あの眼差しが自分に向いた時に自分の中でこうテンションのボルテージが一気に上がって、このみんなの期待を全部2倍3倍超えてやるぞって思いました。いやもう頼もしい仲間たちが私にはいるし、ビヨーンズはみんなすごくいろんなものを持ち合わせている人たちだから、もうこのみんなの期待を
自分もみんなも一緒に超えていけるみたいな思いはみんなが出てきてより思いました。ホッキョクグマの毛は透明なんだよ。知ってた？ハロー SNS チェック。今回は松原ゆりあちゃんの SNS をチェック。5月16日のブログです。今日はハーフツイン上村れなちゃんがハーフツインのやり方を教えてくれました。髪飾りも借りたよですはい、かわいい微笑ましいエピソードをブログに書いてていいなと思ったんですけど、ヘアアレンジね、結構いろいろ最近楽しんでて、ロージークロニクルの SNS 見るの楽しいなって私も思ってるんですけど、どうだった上村れなちゃんに教わってコツとか、どういうコツを教わったの？耳の上の髪の毛をこうやってシュッて取って、で太めのゴムでなんかつけるといいらしいです。太めのゴムでつけてるんだこれ。なんか最初リハーサルの時に、なんかちびゴムでちっちゃいゴムでつけてたらもう全部取れちゃって、そう全部終わらせたのに、そうだから太いゴムでつけました。ヘアアレンジどう得意ですか？あんまり得意じゃないけど最近はちょっと頑張ってる。いろいろね、メンバーに教えてもらいつつ、でなんかメンバーでこうヘアアレンジが得意だなっていうメンバーは。橋田ほのかちゃんがめっちゃ得意で、福岡公演の時に、2公演目でみんなでツインテールしようって話になって、でそれでなんかリーダーみんなになんかツインテールをやってあげてました。結構なんか、ライブ前って忙しいのに、そういうのやってくれたんだね。すごい。でもなんか本当にヘアアレンジいろいろやってるから、なんか今後やりたいヘアアレンジとかある？今後は、お団子ができないからなんかできるようになりたいなって思います。はい、おすすめのヘアアレンジ方法とかってなんかあったりしますか？私の、三つ編みがヘアアイロンを通さなくて、熱を通さなくていいからすごく楽で、本当に時間も短くできるし可愛いのでおすすめです。やってみよう。2つで三つ編みして、でこうちょっとこうなんだろうな、引っ張り出したりしたら、なんか抜け感みたいな感じでめっちゃ可愛いです。はい。でも1個注意なのが、ここら辺にスパンコールがある衣装とかだとモケモケモケって出てきちゃうから、その時にだけはしない方がいいと思う。はい。じゃあやってみます。今度。ハロステ。アンジュルムの為永紫音とロージークロニクルの松原ゆりあがお送りしているハロステ、お別れのお時間となりました。最後に私たちのこれからの動きを見ていきましょう。はい、アンジュルムはですね、6月23日火曜日に日本武道館でライブを行わせていただきます。そしてその後に8月に夏にはラッキーフェスに出演させていただきます。そして7月22日にはアンジュルムのニューシングルのリリースということで、そのリリースを記念していろいろイベントが開催予定ですので、ぜひぜひ皆さんお越しください。お待ちしています。続いてロージークロニクルです。6月13日にロージークロニクルライブツアー2026春ターンザリーフが新宿レニーで行われます。そしてさまざまなフェスにも出させていただくので、皆さんお時間ある方はぜひお越しください。そして私たち2人も出演しているそのハロープロジェクト全体が出演するハロコン2026が開催されます。7月に愛知から始まりますので、ぜひぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。お願いします。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひお願いします。今回のお相手はアンジュルムの為永紫音とロージークロニクルの松原ゆりあでした。さようなら。